お久しぶりです。ソルコリです。今回はバントのテンポデッキ紹介していきましょう。今回はこのアイビー、陽気な呪文盗みアイビーにスポットを当ててみました。構成としてはアゾリウスのヒロイックデッキに似ている感じで、将校の巨匠をベースに安全の株やトンズラ、下支えなどを使いながら相手に攻撃していく、そういう感じのデッキになっています。それに対して今回はこの陽気な呪文盗みアイビーを採用しています。このアイビーは飛行を持っていて、プレイヤー1人が他のクリーチャー1体だけを対象とする呪文を唱えるたび、その呪文をコピーしてアイビーを対象として呪文をコピーすることができます。例えば相手が全体除去を使ってきたタイミングで将校の巨匠を守るためにトンズラをすれば、アイビーも一緒にトンズラできる。何より強いのがこの戦闘研究ですね。勝負咲きや嵐追いのドレイク、将校の巨匠など相手がブロックしづらいクリーチャーに戦闘研究を唱えると、それをコピーしてアイビーにもつけることができます。1マナで2体のクリーチャーに攻撃するためにドロー効果を与えるやつ。しかもこの戦闘研究は伝説のクリーチャーにつけるとプラス1プラス1の修正と誤報を持たせます。他にも今回ドミナリアの団結で増えた下支え、自分のクリーチャーに受金を与えながらプラス1プラス1の修正をして、さらにアンタップするコンバットトリックをする機会もあったりします。あと縦構え、こちらはプラス1プラス1カウンターを乗せながら反コンと破壊不能を得るクリーチャーを守ることもできますし、ライフをいざという時は回復することができます。今回は水晶の岩屋を4枚採用しています。こちらは無色の土地を出して他の土地から出した1マナを好きな色にフィルタリングする、そういう土地ですが、戦場に出した時戦術1を行うことができます。このデッキは少ないマナを使って相手に攻撃をしていくデッキです。土地の枚数も22枚、すごく少ないですが、土地を出しながらマナを使わないで戦術をして次のターンのドローの質を上げる、それは非常に強い、そんな感じの効果になっております。それでは今回新しく仲間入りしたアイビー、こちらを使ってのんびり楽しく戦っていきましょう。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行くよ。ふわー、来ました。バトンロク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 さん、よろしくお願いします。アイビーいますか。土地に関してはかなりいい感じ。キープしていきましょうか。アイビーの他にクリーチャーを引ければ非常に嬉しい。まずはスパーラの本部タップ状態で出していきましょう。お相手は黒、潜伏工作員、貫みがすごい。さあ、お相手が黒ということは除去呪文もあると考えた方がいいですか。島を出して一旦このまま終わりにしましょう。さあ、攻撃してくる。一体。さあ、しつこいマーケインのアグレッシブ。勝負先引きましたか。勝負先を出してお相手の牽制をしていきましょう。
さあ、相手はどうしてくるか。3マナ。33まで強化できるんですよね。これは受けないかな。お相手の状況を警戒していきたい。墓地の侵入者。やばい。これはやばい。さあ、安い賞の岩屋を出して、した際か。これはもらいたい。では、アイビーを出して、ほい。さあ、お相手の動きに対して、うまく対処していきたいが、まあ、ブロックでいきますか。はい。安全のカゴを使っていきましょう。勝負先に対して使えば、アイビーに対しても使えると。ただ、どうかな？戦術。通るか。お相手除去がないのかな？あっても全然不思議ではない。なるほど。では、戦闘研究を勝負先に使っていきましょうか。これによってアイビーも強化されていきます。では、アイビーを攻撃していきましょうか。よいしょ。これによってカードを1枚引いていくと、縦構え悪くない。もう1枚勝負先を出しちゃいますか。よいしょ。これによって大ぐらいが変身している状態から戻ってくると。安全のカゴもいらないかな。捨てちゃおう。ターンエンド。さあ、こっから粘りをしていきたい。お相手が何をしてくるか。攻撃してくる。墓地の侵入者をブロックかな。さあ、お相手が除去呪文を打ってきたら、トンズラをしましょう。虐殺事件 N3。これはですね、X 入れただけクリーチャーを除去するカードですね。ここはトンズラチャンスです。勝負先をトンズラ。すると、アイビーもトンズラできます。これによって、この戦場からこのクリーチャーが消えるので、クリーチャーを残すことができると。これは強い。では、縦構えを使っていきますか。縦構えを勝負先につけると、アイビーにもコピーできる。これによって攻撃すれば、ライフも回復できる。やったーね。安い賞の岩を出して、ドレイク。いいカードだ。ターンエンド。次はお相手のカードの動きに合わせて、絶望将来。なるほど。一体生贄。エンチャント生贄。ターンもらっていく。じゃあ、ドレイクを出していきましょう。でもって、もう一回攻撃。
カード1枚引く。島を出しましょう。ケイターンエンド。さあ、湧いて、7マナ。竹沼。オッケー。さあ、湧いては何をしてくるか。落ちの侵入者を出してきましたか。これは、マナが全部寝たので、私の勝ちですね。ターンもらっていく。対戦ありがとうございました。ベルグレイブさん、よろしくお願いします。さあ、私先行。クリーチャーはいる。青のどっちがない。白のどっち2枚だからちょっとこれは戦えないかな。さあさあ、これは2色そころってますね。ではキープしていきましょう。アイビーちょっと抜いとこうかな。まずは島から出していきましょう。お相手はグルールから。こちらも白と血出して終わりかな。さあ、ではこちら。長母咲きを唱えていきましょう。長母咲きは飛行を持っていて、どちらかのプレイヤーがターンに2つの呪文を唱えると防御をします。お相手2-2。難しいですね。カードを引きに行くために戦闘京急を使うという手もありますか。怪しい。で、このターン、呪文を唱えないと、ゲッシルの自然主義者は変身してしまうので、前のめりに将校の巨匠を唱えていきましょうか。コードイ。さあ、お相手はどうしてくるか。3マナ。さあ、ゲッシルの自然主義者は攻撃することで、マナ加速ができますね。変身すると、狼や狼男のロード的なクリーチャーになれるが、クリーリオンの獣呼び。クリーチャー呪文を唱えるためにパンプしていくと。これはブロックしない。さあ、農家の勇気手に入りましたね。さあ。では、農家の勇気を唱えて、青マナを残していきましょうか。農家の勇気。これは、プラス1プラス1カウンターを乗せながら、警戒状態で相手に攻撃ができると。土地が欲しいが、戦闘研究を抜いていきますか。で、土地を置いて、将校の巨匠を単体で攻撃していきましょう。3-3-2段攻撃なんで、相手に6点のダメージを与えることができますね。さあ、ライフレースでは有利になりました。お相手が攻撃するタイミング。トーボラー。これは戦闘ダメージを与えるごとにカード1枚相手が引けるので、攻撃はしてこない。OK。では、水晶の岩屋。これを出していきましょうか。これは戦場に出たとき、戦場通1をできます。悪くない。では、どうしようかな。農家の勇気使っていきましょう。ほい。で、戦闘京急を捨てていきましょう。さあ、これでお相手がブロックしてくるかどうか。
これは2体ブロックを相手がしてくるかどうか。なるほど。OK。じゃあターンエンド。私はもうこれで将校の巨匠をいかに戦場に残して戦っていくかですね。槍間屋の空洞破壊者。なるほど。相手は攻撃してこない。ターンをもらっていく。じゃあ、こちらは、警備の抜き道を巨匠につけましょうか。これをつけると、違う。いやー、巨匠してやっか。単体で攻撃すると、このクリーチャーをホワイトはブロックすることができません。なんでね、12点から13点のダメージが通るので、お相手は投了と。いかがだったでしょうか？今の環境は黒が非常に強い環境です。例えば、このアイビーを使って対戦でも行ったように、お相手の全体弱に対して一斉にトンズラする。これは非常に決まると嬉しい効果になっています。今回の対戦ではお披露目できませんでしたが、戦闘研究と警備の抜き道、この2枚をクリーチャーにつけることができると、どんどん手札を振らしながら防御をすることができるっていうところがね、また楽しいんだ。手札が多い時の方がね、防御はより効果的になるからね。そういう意味では、戦闘研究を採用したヒロイックデッキっていうのも楽しいんじゃないかな。はい、それでは本日の紹介はここで終わりにします。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またいつか。バイバーイ。